皆さんこんにちは。今日は山を越えた先にあるブリュワリーに行きます。この辺の山を歩いて湖に出て、そしてずーっと行ってこのブリュワリーに行きます。最近クマがたくさん出ている話もします。リスニングのために最後まで聞いてみてください。その前に今日の動画のスポンサー、italki を紹介します。italki is a hybrid language learning platform built around personalized one-on-one lessons with real teachers, supported by AI tools to help you improve faster. Improve your speaking and listening skills through real conversations with real-time feedback from native speaking teachers who guide your learning every step of the way. Lessons are flexible, affordable, and convenient. Here's my sample lessons with Judy 先生. 다른 수업은 어떤 수업인가요? 궁금해요. 그냥 물어봐요. italki에서 용어를 가르쳐요. 가르치고 있어요? 네. 선생님. Thanks to italki, I'm really lucky to have a teacher like Judy sensei. There are also italki plus AI learning tools that enhance learning after you take your lesson by automatically generating additional learning content based on your actual lesson. It auto-generates the lesson summary complete with vocab and grammar explanations of what I talked about with my teacher. Then afterwards, it creates flashcards and practice quizzes and does progress tracking. Fun progression features track your learning journey and grow your fish body. By making you fish grow, you improve your language skills. On italki, you pay per lesson, and lessons start at only $5. Click the link in the description to start learning on italki. Buy a lesson for $5 to get $5 off for the first lesson using a code FUMI10. The discounts are only available for the first 50 users. Thanks for listening. Alright, let's get back to our walk. この山に登っている動画を前に作りました。その時はこの道を左に行きました。今回は右に行きます。この辺は低い階段で歩きやすいです。ここはいくつか山があるので、登ったり下ったりを繰り返します。こんにちは。今、鈴の音が聞こえましたか？熊鈴でした。熊に人間がここにいるよと知らせるための鈴です。最近、日本では熊が問題になっています。今年9月末までに熊に襲われた人は108人います。そのうち5人が亡くなっています。この数字はいつもの年より多いです。普通に街の中を散歩している人が襲われたりしています。この前は群馬県で熊がスーパーに入ってきたというニュースがありました。買い物をしている人が2人襲われました。熊は北海道や東北に多くいます。でも東京でも熊に襲われて怪我をした人がいます。私が住んでいる山梨でも
熊に襲われた人がいます。また、山梨では熊にブドウを食べられたというニュースもありました。夜、畑に熊が来て、ブドウを取って食べている様子が防犯カメラに映っていました。秋はもともと熊が多いんですが、今年は多すぎます。今年は熊の食べ物が山にあまりないそうです。それで町に降りてくるようです。うっかり山に散歩に来ましたが、熊のことを思い出してちょっと怖くなりました。この日、熊に会わなくて本当に良かったです。ちなみに、くまモンというキャラクターは九州のキャラクターですが、九州には熊はいません。くまモンは九州の熊本県というところのキャラクターです。熊本県という県の名前に熊が入っているので、熊のキャラクターなんです。木と木の間に家のようなものが見えます。あそこで休憩します。昔は九州にも熊がいました。でも絶滅しました。絶滅というのは、その種類の動物や植物がいなくなるとかなくなることです。四国の熊の数もかなり少ないそうです。そして本州では千葉にだけ熊がいないそうです。千葉県の山は他の熊のいる県の山とつながっていないからだそうです。ふと横を見たら、すごい景色が広がっていました。甲府盆地です。盆地というのは山に囲まれた周りより低い土地のことです。急な場所を越えると平らな場所に出ました。この先にさっき見た家のようなものがあります。こういう建物のことを東屋と言います。公園や山によくあります。まずは景色を見ましょう。さっき見た景色です。綺麗です。私の家はこの山の向こうなので見えません。山の東屋にはノートがあることが多いです。来た人が何か書いていきます。八王子山100回登頂チャレンジ中と書いてあります。67、68、69。ほぼ毎週来てますね。100回来たのか見てみましょう。すごい、私も応援してます。応援してます。みんなが応援してますね。
こは99。ここも99ですね。今日はここまでと書いてあります。ここまで来て帰ったんだと思います。これが登頂チャレンジ100回目ですね。登頂というのは頂上まで行くことです。横に101回目、ここには102回目がありました。100回の後も来たんですね。こちら、ローランさん、フランスの方です。イラストが書いてあったりもします。こっちは昔のノートです。何冊もありました。夫が私のチャンネル名を書きました。もしこのあずまやに行った人がいたら見てみてください。休憩できたので出発します。八王子山というのはこの山の名前です。でもこういう道が白いですよね。なので白い山と書いて白山とも呼ばれます。道は怖くありません。ただ結構急です。なので結構疲れます。こういう日陰は涼しかったです。でも日向、つまり太陽の下に行くと暑かったです。ここはかなり急でした。捕まる場所がなくてちょっと大変でした。もうすぐ頂上です。こんにちは。ここが八王子山の頂上です。ここには小さい神社があります。外国からの観光客がいました。夫が写真を撮ってあげました。ちょっとチェックしてください。大丈夫、大丈夫。ありがとうございます。あ、ちょっと日本語を勉強します。あ、そうなんですか。3ヶ月。東京とか大阪行きましたか？東京に、3日、大阪2日、甲府一番好きです。あ、そうですか。東京、人多い。多い。ちょっととても静か。静か。うるさい？静か。ここは静か。ここ静か。ここに静か、はい東京、うるさい。うるさい。うるさい。日本語を3ヶ月勉強したそうです。3ヶ月でこんなに話せてすごいと思いました。じゃあまた。また楽しい出会いでした。ここまで来れば湖はもうすぐです。ここには人が住んでいそうです。この道も車が通ってそうな道ですね。人の住んでいる地域に入ってきた感じがします。湖が見えてきました。車がたくさん止まっています。釣りに来た人たちの車です。
ソルがあっていいですね。ここにはハスがたくさん生えていました。小さい白い花が見えます。これはお米です。だいぶいい色になっています。もうすぐ収穫だと思います。看板がありました。あと700メートルです。この700メートルがとても長く感じられました。この田んぼでは収穫が終わっていました。ここでは米を干しています。2週間ぐらい干すと美味しくなるんだそうです。やっと目的地に着きました。このブリュワリーでやっているオクトーバーフェストに来ました。人がたくさんいました。ビールを買う列ができています。あ、すみません。ハンバーガー2つお願い。はい。わかりました。お店の人が書いてくださいの後にすっごい助かりますと言いました。これはとてもいい言葉です。相手に何かをしてもらうときに使います。すっごい助かりますと言われると、あ、じゃあやろうっていう気持ちになります。ビールの列に戻ります。ラズベリーのビールを頼みました。ビールもハンバーガーも美味しかったです。運動をした後、おいしいものを食べて飲んで、いい音楽を聴く。最高でした。帰りは道路を歩いて帰りました。この道を歩くのは初めてでした。車の時とは違う風景が見れました。この道がこんなに曲がっていたなんて知らなかったです。ウォルター・エーデケンスさん、ウィリアム・ダウニーさん、チャン・シンウェイさん、コーン・スンヘンさん、クリスティアン・バッハさん、フアン・チャルシクさん、スーパーサンクスをありがとうございました。感謝でいっぱいです。そして皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。